こんにちは、ジパング55のタカです。今私は、新潟駅に来ております。今回は、新潟県の佐渡島の主要観光スポットや、おすすめ飲食店をご紹介したいと思います。佐渡島のアクセス、港紹介、エリアと概要説明、主要観光スポット、おすすめ飲食店の順番でご紹介していきます。ご自身が必要な情報まで飛ばしてご視聴ください。主要観光スポットでは、世界遺産の金山をはじめ、押さえておきたいスポットをご紹介していますので、旅行の参考にしていただけると幸いです。このチャンネルはホテル紹介を中心に、各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。新潟駅から佐渡島へは、佐渡汽船ターミナルがある新潟港に移動して向かいます。港まではタクシーで10分、バスで20分ほどの距離です。フェリーは主に2種類あり、時間と費用で決めてみてください。時間に余裕があり、値段を抑えたい場合は、カーフェリーがおすすめです。所要時間は2時間30分で、料金は片道3600円弱です。時間を節約したい場合は、ジェットフォイルを利用すれば1時間ほどで到着します。ただ値段が8500円となかなかの高額なので、用途に合わせて選んでみてください。私は1泊2日で訪れるため、ジェットフォイルを利用しました。ちなみにジェットフォイルは、水中翼に発生する揚力を使って、船体を海面から完全に浮き上がらせて走行するため、時速が80キロも出ます。時間帯や曜日によっては、予約で埋まっている場合もあるので、事前に予約しておいた方が安心だと思います。港は意外に大きく、バスの本数も比較的多かったですね。券売所も対面と自動券売機があり、混雑にも対応できそうです。簡単な飲食店もありました。そばやラーメンなど、早く食べられるものが中心ですね。お土産店もあり、新潟の名産品が販売しているのも嬉しいですね。ベンチのある待合室もあり、出発まで待つこともできます。個人的には、お土産などを選ぶなどで時間は潰せそうですが、長時間過ごすのは難しそうです。平日だったのですが、船内はかなり混雑していました。窓際は全て埋まっており、景色などは見れませんでした。景色を見たい方は早めの予約がおすすめです。速度も速く、特に大きな揺れもなかったので、快適に乗船できました。佐渡島の玄関口である両津港に到着しました。観光スポットをご紹介する前に、簡単に港もご紹介しておきます。両津港内にも飲食店はあったので、食事はできそうです。ラーメンやおつまみセット、アイスなんかが販売していました。カフェも1階にありましたが、席数は多くないので、あまり滞在はできないかもです。お土産も佐渡や新潟の名産品を販売していました。お米が販売しているのも新潟らしいですね。有料ですが、日本酒の飲み比べもあったので、新潟の日本酒を楽しんでみるのもいいかもしれませんね。離島ターミナルですが、比較的大きく、施設もそれなりにあったと思います。ただこちらの港も長時間過ごすのは難しそうなので、食事やお土産を見ても1時間で十分かなという印象です。ご自身のご予定に合わせて調整してみてください。佐渡島は855平方キロメートルで、東京23区の 1.4 倍、琵琶湖よりも大きい広さです。意外に大きいですよね。人口も 4.6 万人ほどいらっしゃいます。エリアで分けると、玄関口の港がある両津エリア、佐渡島の中心地である国中エリア、世界遺産の金山がある相川エリア、たらい船が有名な南佐渡エリアがあります。島内を回る際は、レンタカーがおすすめです。島内はそこそこ広いのと、バスも本数が多くないので、車移動の方が予定を立てやすいと思います。それではエリアごとにご紹介していきます。まずは国中エリアにある時の森公園です。
国の特別天然記念物であるトキを間近に見ながら歴史や生態を学べる施設です。公園自体は広いですが、見学できる場所は限られているので、所要時間はそんなにかからず回れると思います。値段は大人1人500円です。両津港からは車で15分ほどの距離です。資料館ではトキの剥製を見れたり、生態やその歴史などを学ぶことができます。トキは繊細な生き物らしく、繁殖棟は遠くから見学します。カメラをアップにすると少し様子が分かりました。黒トキという種類のトキは比較的近くで見ることができました。羽などを広げてくれたので結構迫力がありましたね。トキふれあいプラザでは日本ニアニッポンという種類のトキが大型のケージ内で飼育されています。かつて日本に野生で生息していたトキと同じ遺伝子を持つ種類であり、現在は中国から贈呈されたトキの子孫たちが大切に飼育されています。間近でトキを観察できる場所は日本でも少ないので、佐渡に来た際は立ち寄ってみてください。続いてご紹介するのは佐渡歴史伝説館です。佐渡に伝わる伝説や歴史をハイテクロボットやジオラマなどを活用して知ることができます。両津港からは車で35分ほどです。資料館と売店が分かれており、チケットなどは売店で購入しました。隣には順徳上皇を祀った真野宮などもあります。売店では佐渡名産品も販売していたので、お土産を購入してもいいかもしれませんね。佐渡は流刑先でもあったので、鎌倉時代に承久の乱を起こした後鳥羽上皇の息子である順徳上皇、鎌倉時代に日蓮宗を開いた日蓮上人、室町時代に能を芸術として高いレベルに完成させた世阿弥など、流されてきた多くの偉人たちを紹介しています。自動で人形が動くので、子供でも楽しく歴史を学べます。佐渡歴史伝説館へようこそいらっしゃいました。佐渡は古来都との往来もあり、遺跡もたくさんあります。また悲しい流人の歴史を語る伝承も少なくありません。流人の中でも順徳院は在唐22年、都へ思いを馳せながらもついに46歳でこの地で亡くなられました。順徳上皇は和歌にも精通しており、小倉百人一首にも選ばれています。承久の乱で敗北後、島流しで佐渡に渡り、その後21年間を過ごしました。最後は幕府への抗議や、これ以上生きながらえても京都に帰れないという絶望から、自ら断食をして、46歳で生涯を閉じたそうです。日蓮上人は鎌倉幕府の政治や、他の人気宗派を激しく批判したため、国家を脅かす危険人物だとみなされ、島流しとなりました。佐渡へ流される直前に幕府によって処刑されそうになりましたが、夜空に強烈な光の玉が現れたことで、奇跡的に命を救われたという日蓮宗の歴史の中でもドラマチックな事件を紹介しています。佐渡島で2年半ほど過ごした後、赦免されたため、鎌倉に戻っています。世阿弥は能の基礎を築きましたが、72歳という高齢でありながら、将軍の怒りを買い佐渡島へ流罪となりました。佐渡島でも能を演じた世阿弥の影響で、今でも島内には日本の能舞台の3分の1にあたる30棟以上の舞台があるそうです。世阿弥の公式な記録はなく、京都に戻れたのか、佐渡島で亡くなったのかは分かっていません。みんなよう知ってなさる佐渡の伝説を聞いてもらおうかな。他にも鶴の恩返しの元になったとされる夕鶴伝説など、
いろんな伝承を紹介していました。内容は見ていて面白いものばかりだったので、ぜひ訪れていただきたいスポットですね。続いては南佐渡エリアにあるたらい船をご紹介します。両津港からは車で50分ほどです。たらいに乗って漁を行う伝統的なものですが、今では観光客も乗ることができます。たらい船を運航している会社は主に3つあり、今回は力也観光汽船で乗船しました。年中無休で予約なしでもすぐに乗れるのが特徴です。ただ港を一周するだけなので、本当に体験するだけの乗船になります。乗船料金は800円でした。たらい船は明治時代初期、佐渡の南端にある小木海岸で考案されました。このエリアは岩礁が多く、小回りが利く船が必要だったため、四角いボートよりも自由自在に向きを変えられる丸いたらいが採用されたそうです。主に女性の漁師が乗り込み、箱眼鏡で海中を覗きながら長い安や鎌を使ってアワビ、サザエ、ワカメなどを取るそうです。ジブリの千と千尋の神隠しでも登場したことで一躍有名になりました。思っていたよりは揺れていなかったですが、方向転換なども舵一本で行うので、漕ぎ手は結構大変そうでしたね。皆さんも記念に乗船してみてください。続いてご紹介するのは、伝統的な街並みを体験できる宿根木です。両津港からは車で1時間15分ほどの距離です。宿根木は佐渡島の最南端に位置し、江戸時代から明治時代にかけて日本海を行き来した北前船の船大工集落です。現在は国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、まるでタイムスリップしたかのような情緒ある街並みを楽しむことができます。先ほどご紹介したたらい船にも乗ることができます。宿根木で運航しているものは、狭い岩肌に囲まれた独特な入り江を巡るコースや、ちょっとした外海に出ていくスリリングなコースもあるので、先ほどご紹介したたらい船と比べてお好みの方を選んでみてください。かつて集落のほとんどの人が船作りや航海に関わっていました。狭い谷間の土地に家をひしめき合って建てたため、家の外壁には船の廃材が再利用され、船の浸水を防ぐ技術が住宅の暴風・防潮対策に生かされています。現在も一般の住民の方々が暮らしている地域ですので、敷地内に無断で入ったり大声で騒いだりしないよう、マナーを守った見学を心がけてください。近くには佐渡国小木民族博物館があります。1920年に建てられた旧宿根木小学校の木造校舎を活用した博物館で、人々の昔懐かしい暮らしの歴史が所狭しと並んでいます。展示品はかなり多く、見ているだけでも圧倒されてしまいます。そして一番の見どころは実物大の戦国船です。1858年に宿根木で建造された戦国船を当時の図面をもとに実物大で完全復元しています。船内も見学でき、巨大な船を一から見ることができます。船頭部屋など当時の様子がわかるようになっていました。船の中央に太く頑丈な柱を1本だけ立て、そこに巨大な1枚の木綿の帆を張って、風の力だけで大海原を進みます。追い風だけでなく、欧風や逆風でも進める優れた航海技術を持っていたそうです。一隻は米俵 2.5 個分とされ、この白山丸では1280個を運べました。宿根木は先ほどご紹介した通り、造船業で栄え、このような戦国船を建造していたそうです。他にも使用されていた道具のレプリカなども展示されており、当時の様子を学ぶことができます。迫力ある展示が見学できるので、宿根木に来た際はこちらも立ち寄ってみてください。
それでは続いて相川エリアをご紹介します。最初にご紹介するのは北沢浮遊線工場跡です。近代の佐渡金銀山において採掘した鉱石から金や銀を効率よく取り出すために建設された巨大な産業遺構です。両津港から車で45分ほどの距離にあります。浮遊線工場は1938年、日中戦争に伴う国家の増産体制に合わせて建設されました。鉱石を細かく砕き、特殊な薬品を混ぜて泡を発生させ、その泡に金銀の成分を付着させて浮かび上がらせる浮遊線工という技術を日本で初めて実用化した施設です。当時は1ヶ月に5万トン以上の鉱石を処理できる東洋一の規模を誇り、佐渡鉱山の近代化を支えていたそうです。シックナーと呼ばれるこの装置は直径50メートルもの巨大な円形のコンクリート構造物です。泥状になった鉱石から水分を分離するための装置で、まるで古代ローマのコロッセオのような圧倒的な存在感があります。選鉱場は資源の枯渇などに伴い、1952年に役割を終えました。どの遺構も大きさがあり、とても迫力がありますね。夜はライトアップも行っているので、昼と夜を見比べてみるのも面白いと思います。近くにはお土産ショップもあり、金にまつわるお土産がいろいろ販売していました。簡単な金に関する展示も行っています。当時の小判のレプリカなどが展示されており、結構面白かったです。実際に金の延べ棒を持てるコーナーもありました。金塊はかなりの重さで、片手で持つのはかなり大変でしたね。選鉱場は迫力満点で、お土産ショップの展示も面白く、どれも無料で見学できるので、ぜひ立ち寄ってみてください。近くにあるキラリウム佐渡は、佐渡の金山の歴史を映像を使って詳しく紹介しています。館内は撮影できませんでしたが、映像で佐渡金山の歴史を分かりやすく紹介しています。まずはここを訪れてから、後ほどご紹介する金山や佐渡奉行所跡を訪問すると、より理解が深まると思います。続いてご紹介するのは佐渡奉行所跡です。江戸時代に幕府が佐渡金銀山の管理と佐渡全島の政治を行うために置いた最高行政機関の跡地を見学できます。現在は江戸時代の図面をもとに忠実に復元された建物が公開されています。中はかなり広いですが、展示物は多くなかったので、建物の雰囲気を味わう感じでした。佐渡は幕府直轄領として奉行が派遣されていました。中には大久保長安など有名な人物も派遣されていたみたいですね。敷地内に金銀の精錬を行う工場である寄せ場の再現が併設されています。鉱石を砕き金を取り出す職人たちの作業風景や当時の道具が分かりやすく展示されています。鉱石から金を取り出すのにも技術が必要だったそうです。金が鉱石の中にある場合、薄黒い色になっています。含まれる量に応じて品位を決めていたそうです。江戸時代は薄暗い洞穴を美濃のみで掘り進めていたのが驚きですね。キラリウム佐渡である程度金山の知識を入れてからここを見学したので、比較的わかりやすかったです。当時の採掘の一端を知ることができるので、金山と合わせて訪れてみてください。金山に向かうまでの道中には、江戸時代にメインストリートだった京町通りがあります。当時は奉行所もあったこともあり、佐渡の中心地でした。最盛期には人口が10万人以上いたそうなので、驚きですね。町の中には、昭和時代に実際に使われていた木造の拘置所跡地もあり、無料で見学することができます。施錠されているので、自分で鍵を開けて中に入ります。1954年に新潟刑務所相川拘置所として開設され、
別の地区へ移転する1972年までの18年間、実際に使用されていました。炊事場や浴場など、当時の生活がわかる場所を見学できます。無人なので、時が止まったような独特の雰囲気があります。監獄エリアは、扉の外側につけられた上下の頑丈な錠前や、畳敷きの独房、雑居房が並んでいます。無人の空間が、拘置所という特殊な空間をより一層際立たせます。ぜひ不思議な空間を体験してみてください。続いてご紹介するのは、世界遺産の佐渡金山です。佐渡金山は、ガイドが解説して坑道内を体験する山師ツアーと、当時の様子を人形などで再現した佐渡金山コースがあります。今回私は両方見学したので、まずは佐渡金山コースを紹介したいと思います。以前は、江戸と明治の採掘工で分かれていたそうですが、今はつながって見学できるそうです。所要時間は1時間ほどです。一度入ると、途中で戻ることはできないので注意してください。それでは江戸時代の採掘場所から見学していきます。校内は10度前後とかなり涼しいので、羽織るものを忘れないようにしてください。リアルな人形が実際に作業をしているように動いているので、とてもわかりやすかったです。佐渡の金山は1601年に山師によって金脈が発見されました。江戸幕府の直轄地として管理され、平成元年の操業停止までに金78トン、銀2330トンを産出し、日本最大の金山として国を支えました。掘り進めると、坑内から地下水が出るようになったため、江戸時代は手作業で排水を行っていました。排水作業は主に無宿人と呼ばれる人たちが行っていたそうです。無宿人は戸籍のない人たちで、当時江戸で発生していた不老者の多くを捕らえて佐渡に送り、重労働を担わされていたそうです。こちらは坑道内に空気を送っている様子です。大きな鉱脈を見つけると、金の大量を祈願する儀式を行っていたそうです。続いては明治に使用されていた採掘場所です。明治以降は近代的にトンネルを作り、トロッコなどを活用して運搬していたようです。こちらが佐渡金山の一番有名な光景です。金を掘り進めていったので、山が2つに割れています。人間の欲の象徴だとも言われており、感慨深いものがありますね。かつて使用されていたトロッコの線路を歩きながら出口に向かいます。途中には削岩機を使用した人形なども置いてありました。このコースを一周するだけでも、かつての金山の様子がわかると思うので、訪れてみてください。続いて山師ツアーをご紹介します。坑道を管理している会社の方が、江戸初期に開削された大切山港を案内してくれます。金山の入り口に集合し、車で2分から3分の場所に移動します。1日2回、午前と午後の事前予約制で開催しています。所要時間は2時間30分程度で、料金は1人5000円です。参加希望の方は、概要欄にあるホームページを確認してみてください。ヘルメット、軍手、カッパなどは貸し出していただきました。大切山港は、江戸時代初期の1634年に掘り始められ、14年もの歳月をかけて掘られました。これ、江戸時代の名残となってます。佐渡金山あったことによって、奉行所がありました。で、奉行所が置かれたんですけども、お奉行様は巡視できますが、偉いので、この中に入ってくるとき、馬に乗ったまま入ってきます。はい。なので、馬に乗ったままでも優に頭が当たらないぐらい高さが掘られているということで、これ、江戸時代の名残となってますので、これが、江戸時代の方が掘ったまんまです。なかなか小さい山です。はい。なので、我々が今歩いているのは、明治以降に広く得た場所を歩いている
1本の行動ですと空気を送っても循環しませんので、2本の行動を同時に平行に手彫りで掘削します。で途中2本の行動をねパツンとこうねつなげてあげます。で入り口の方から風回し投網というね、農機具で投網っていうのをご存知ですか？種を散布したりとか穀物の殻を飛ばす、こうね、回すとこう空気がね出るんですけども、回すことによって風が送れるじゃないかということで、じゃあ鉱山で使おうということで入り口の方からそれを回しました。でも、ここにあった鉱脈というものが、まあね、大した金が入ってなかった金だったということで、このぐらいの程度の規模で終わってます。まあ、ごくごく小規模な採掘跡となります。佐渡金山の別のね、その原理の濃度で出るような水は地下で集約されて排水されているような状況であります。その水の処理っていうのは永続的にやらないといけないということで刻となってますが、若干現役の部分が残っているような状況になります。今度左の行動が小さいです。右の方が広いです。ということは左の行動が江戸時代の方が掘ったまま、右の方が拡幅した行動となります。すごくね、近い距離で隣り合ってます。1メートルもないぐらいで隣り合ってますけども、この光景って普段皆さんと生活している中でトンネルがこんなに近い距離で隣り合うことってありません。なぜかっていうと、トンネルとトンネルの、ね掘る距離、ね、間隔っていうのは基本的には10メートル以上間隔空けております。基本的にはね、火薬とかね、葉っぱって言いますけども、葉っぱを使って掘ったりしますんで、もちろんこの距離でね、葉っぱ使ってしまえば壁吹っ飛びますんで、まあね、これ近い距離で掘れないですけども、なぜこれができるのかと言いますと、まず手掘りで掘ってたからこそというのと、佐渡金山の岩盤がね、非常に高い証拠となります。で、上田橋というペンチみたいなので挟んであげて、一個一個叩いたというのがこれです。で、すごくね、見事に角のない掘り方がされてまして、綺麗に掘られてます。が、今度上の方に行くと掘り方変わります。ね、全然ちょっとね、荒々しい掘り方になってて、割となんかね、雑だなっていう感じがしますけども、これが明治以降の掘り方、削岩機という機械掘りの跡です。はい。で、まあ、この先進んでいくと分かるんですけども、レールが残ってたりとか、そこにちょっとね、木の残骸が残ってますが、車輪が残ってます。これ明治の時の木製のトロッコが残ってます。はい。足元レールありますよね。で、これ、なんか鉄の棒ありますけども、これが削岩機の先端につくタガネです。江戸時代の方はこれの短いやつで、こうね、コン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 ね、ハンマーで叩いて、取ってます。鹿児島県に石狩鉱山っていうのがあるんですけども、そこが3金で250回以上も超えてます。はい、まだまだ出るそうです。ゴールドらしいです。YouTube 出てきますので、後で見てみてください。石狩鉱山です。はい。で、銀に関しては日本一位です。で、金銀が合金で入ってる時って黒い、こう筋状になったりするんですよね。坑道内を詳しく紹介していただき、より勉強になりましたね。時間がある方はこちらも参加してみてください。似たような体験で島根の石見銀山を坑道見学しているので、よかったらこちらの動画も確認してみてください。今回相川エリアでご紹介した施設の位置関係はこんな感じです。キラリウム佐渡で金山の概要を知った後に各所を回るとより理解が深まると思います。ぜひ世界遺産の金山を堪能してみてください。それでは佐渡島の飲食店をご紹介したいと思います。最初にご紹介するのは回転寿司の弁慶です。本州の新潟や東京にも店舗がありますが、佐渡島のこちらが本店となります。両津港から車で20分ほどの距離です。佐渡島で採れたばかりの新鮮な稚魚を破格の値段で味わえます。私が利用したのは平日のお昼だったので、そんなに待たずに中に入れました。注文は紙に書いてスタッフに渡せば握ってくれます。セットメニューもあるので、選ぶのが面倒な人はいいかもしれませんね。佐渡産の品目も記載してくれているので、分かりやすかったです。流れてくるネタはどれも美味しそうですね。
ネタはどれも脂が乗っていて、かなり美味しいですね。お米も佐渡産のコシヒカリを使用しているそうです。ネタも大きく、脂が乗っていたので、東京や大阪などで食べたらもっとするんじゃないかなと思います。特におすすめなのが、脂がたっぷり乗ったのどぐろ、佐渡名物のバイ貝、南蛮エビなどです。新潟市内にもありますが、ぜひ佐渡の本店を味わってみてください。続いてご紹介するのは、されどおにぎりです。島内で3店舗ほど営業しており、佐渡産コシヒカリを 100% 使用したおにぎりを提供しています。今回私は沢田店を訪れました。おにぎりのテイクアウトだけでなく、店内で食べることも可能です。おにぎりの種類もかなり豊富でどれを注文するか悩んでしまいますね。特に佐渡サーモンや佐渡で採れた塩を使っている金塩などがおすすめだそうです。私はおにぎり2つと豚汁、だし巻き、塩サバ、切り干し大根がついた大佐渡セットを注文しました。具材は可能な限り佐渡産を使用し、化学調味料を使わずに店内で一つ一つ手作りされているそうです。それにしてもお米がすごい美味しいですね。佐渡でもお米を栽培しているのを知らなかったので、初めて食べました。さすが米どころの新潟です。豚汁も名物で、2日間かけて丁寧に出汁を取り、地元の味噌で仕上げています。お店も朝6時から営業しているので、早朝から行動したい方にも嬉しいですね。両津港にもお店を出しているので、近くに来たら立ち寄ってみてください。余談ですが、同じ沢田に、蛇の目寿司というお寿司屋さんがあるのですが、ここも地元の方におすすめだよと紹介されました。私は訪れようとしたら定休日だったので、今回ご紹介できませんが、近くに来たら立ち寄ってみてください。最後にご紹介するのは、銀寿司です。先ほどご紹介した相川エリアにあるお寿司屋さんで、ランチなどに利用してもいいと思います。店内はカウンターと座席があり、ご家族で経営されているお寿司屋さんでした。単品注文というよりは、セットメニューで注文し、順番にネタを握っていただけます。カウンターからネタも見れて、どれも美味しそうですね。今回は佐渡寿司セットを注文しました。ネタを提供してくれるときに、大将が名前を言ってくれていたのですが、あまり覚えられず、ほとんど忘れてしまいました。ですがどれも美味しく、ネタも分厚くて、満足できるお味でした。佐渡は言うまでもなく海鮮が美味しいので、訪れた際のランチは、どこかで必ず海鮮を入れていただきたいですね。セットでおつゆもついていたので、締めにもってこいでした。大将一人で握っているので、混雑時は時間がかかるかもしれませんが、相川を訪れた際は立ち寄ってみてください。それでは今回の佐渡島観光、いかがだったでしょうか。海鮮も美味しく、歴史的にも重要な場所だったため、観光スポットが多くありましたね。ぜひ一度訪れて、激動の佐渡の歴史と美味しい料理を堪能してみてください。次回の動画で、佐渡で宿泊した様子もお伝えしますので、よかったらご視聴ください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。